okay to continue. No loss of taste, smell. こんにちは、大輔です。本日は実際にファイザーのワクチンを接種したということでね、その体験記をお話ししていきたいと思います。ということで、この動画を見ていただくことで、ワクチン接種までの流れであったりだとか、打った時のね、感覚なんかを知識として知ることができます。日本じゃまだ医療従事者だって、政府の要人だって、高齢者だって、まだ接種始まってないじゃんとね、大輔は何嘘ついてんだというふうにおっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、ちっちっちとね、本日の情報は僕の大切な本チャンネルの視聴者さんの中からですね、現在イギリスに滞在をされている方のお話、特別にいただくことができましたので、皆さんにもね、そちらシェアをしていきたいと思います。おそらく日本の YouTube チャンネルの中で体験記としてアップするのはまだまだ珍しいものなんじゃないかなと思います。本日のラインナップはこちら。丸1、ワクチン会場の雰囲気ということで、イギリスにある会場なんですけど、映像で皆さんにね、ご覧いただきたいと思います。実際に接種するとなったらね、これドキドキもんですから、見ていきましょう。そして丸2、打った時の感覚ね、これ痛かったのかどうか、これ見ていきましょう。そして丸3、ワクチン接種証明の内容ということで、これも結構重要ですよね。お財布に入れて持ち歩けるようなカードタイプみたいだったんですけど、これのね、実際の写真も入手してますので、何が書かれているのか、隅から隅までね、皆さんにお伝えしたいと思います。ということで、本日ですね、情報のご提供をしてくださったのは、CQ さんというね、方になります。イギリス在住。このイギリスに来られる前は、フィリピンの不動産関係の仕事をされてたということでね、ちょっとなんかね、親近感があるんですけど、今回たまたまイギリス国内でワクチンの順番がこう回ってきたということでですね、現地時間2月3日に接種したばかりの新鮮な情報をお届けしたいと思います。まだどこからもね、報道されていない、ここだけの情報、皆さんにお伝えできればと思いますので、それでは早速行ってみましょう。丸1、ワクチン会場の雰囲気ということで、ファイザーはですね、筋肉注射ということなんですよね。だからこれもちろんのこと、きちんとした医療行為に当たるわけでして、これドクターが行う必要があるんですよね。だからそこら辺にいる普通の人がこれやっちゃダメなんですよ。役所の人がね、ちょっとこうワクチン接種してあげるみたいなことは、ありえないわけでして、もちろん病院で行われるのかなというふうに僕思ったんですけど、これどうでしょう。これ興味深い映像あるので、そちら見ていきましょう。まずはね、これ駐車場から始まるこの風景なんですけど、雨が降っていたんでしょうか。水はけがね、なんかこれ悪そうな会場ですよね。ここで名前を伝えるみたいで、この段階で予約の名前とその時間、予約時間の確認が入るみたいですね。そして次のシーンは、これは駐車場からワクチン接種会場への、道ですかね。この建物を見るとね、公民館みたいな感じですかね。ちょっと古い建物で、テントで作られた即席の受付会場があります。どうやらここで問診票、同意書を記入するということみたいなんですね。I have appointment at 10 past 12. I have appointment at 10 past 12. Have you got any paperwork? Excuse me? You haven't got a form to fill out? Not yet. Come and sit over I'm here. not talking to you anymore, that's it. Take a seat, so fill out one of these forms. So as much detail as you can, and then on the back you put your details. Okay. Oh, I got my pen. Oh. These are clean. Yeah. That's lovely. Thank you. Okay, and just let me know when you're finished. どうやらここで問診票、同意書を記入するということみたいなんですね。こんな紙です。上の部分は同意書みたいな感じになっていて、NHS ナンバーというのは日本でいうところの健康保険証番号のようなものでしょうか。誕生日、名前、住所で、
直筆のサインという感じですね。そしてこの紙の下の部分が問診票になっていて、おそらくスタッフが記入する欄ということになるんだと思われます。こんなことが書かれてるんですね。ワクチンの接種を受ける前にこれらの質問に答えてくださいということで、発熱、咳、味覚喪失の有無ですね。こういうのがあると先に進めないみたいです。アナフィラキシーだとか入院につながるアレルギーの有無、妊娠、授乳の有無、副作用などの説明、カウンセリングをきちんとね、したかどうか、あとは予防接種に、このね、受ける方はきちんと動揺しているかどうかとかですね、あと筋肉注射を受けてもいい状態なのかどうか、過去7日以内に他のワクチンを接種したのか、1ヶ月以内にコロナ陽性になったりだとか、そのね、熱だとか咳だとかそういう症状があったかどうかみたいなことが、このね、チェックされるということですね。そしてワクチン接種後少なくとも15分間の経過観察が必要だよということが最後に書かれています。さて、この同意書と問診が終わったら次のステージに進むということなんですが、待合室で5名ずつね、待機して順番で呼ばれてブースへ行くということみたいですね。そして改めて、ナースの簡単な問診ということで、同意書のとね、同じようなことを確認されるみたいです。Okay. Hello. How are you? Good. How are you? Why are you having this? ID. Huh? Excuse me. Are you a nurse or why are you having the injection? Why? I have lupus. Huh? I have lupus. Lupus. Collagen rheumatism. Oh, rheumatism. Oh, okay. Sorry. Okay, have your seat. I need to ask you some questions. Yes. Are you allergic to anything? I had allergic to 2 medicine before. No. Huh? Are you any allergy? Allergy. Are Yeah. you allergic to anything? Like food allergy? Food allergy. No. Okay, okay. And any fever today? Are you breastfeeding? No. Are you pregnant? No. And you are okay to continue? Yes. Any fever? Cough? No. Okay. And no loss of taste, smell? Yeah. Okay. And you're happy to continue? Yes. I need your arm, please. Sure. 簡単なね、質問が最後にあるということで、さて、いよいよですね、ワクチンが注射器に入った状態で運ばれてきて接種ということになるんですけど、だからね、これ割とあっという間なのかもしれませんね。それでは肝心なお話に参りましょう。丸2。ワクチンを打った時の感触ですね。これ痛かったのかどうかというお話ですけど、CQ さんのね、コメントを読んでいきます。全く痛みもなく、容量が少ないので違和感もなし。接種したワクチン番号などが書かれたカードを受け取り、副作用確認待機部屋へ移り、15分の待機の後、解放されました。もちろん個人差もあると思いますが、6時間の後、打った場所を触ると、打っていない腕と比べて確かに少し痛いかなぐらいの感覚ですということで、これね、ご本人撮影ということなので、自分自身撮ることがね、できなかったんだと思いますけど、皆さんも少しはね、周りの雰囲気が分かったんじゃないかなと思います。筋肉注射ということで、かなりね、この奥までぶっ刺すイメージが僕ね、あったんですけど、思いのほかこれ痛くはなかったみたいですね。それでは次のお話、これまた興味深い情報になります。丸3。ワクチン接種証明の内容なんですけど、CQ さんのケースではお財布に入れて持ち歩けるようなカード、これをね、配られるみたいなんですよ。で、これきちんと自分の名前が書いてあって、ワクチン接種者であることの証明にもなるので、結構大切なものなんですよね。早速写真を検証していきましょう。こんなことが書かれていました。まずね、これなくさないでくださいということで、お財布だとかポーチとかに入れてしまってくださいねということがご丁寧に記載されています。そしてより詳細な情報やワクチン接種後に何をしなければならないのかの案内がウェブにあるらしいので、その URL が案内されているという感じですね。そして裏側です。ワクチン名の記載があります。コレイジャスということで直訳すると勇気ですね。勇気と希望
望のね、この勇気なんですけど、これファイザーワクチンのコードネームになるんでしょうかね。もうかっこいいですよね、勇気なんつってね。そしてバッジナンバー、多分何番目の接種者だったのかっていうのが番号で記載されるということになると思います。そして接種日時がありますね。その下に目を移すと、2回目のワクチン接種の予約を忘れずに実施してくださいねというふうに書いてあります。この2回目の接種をした後が最も予防効果が高いよということが補足されているわけなんです。そしてここは空欄ということは、この1回目の接種の時点で2回目の日付が決まるわけではないみたいで、この後にそれぞれで予約をしていく必要があるということなんでしょう。CQ さんからのね、コメント、最後読んでいきたいと思います。ファイザーの mRNA 抗体のワクチンで2回目はファイザーからは3週間後に接種するようにと推奨されていますが、大勢の人にまず1回目を接種させるために2回目は3ヶ月後ぐらいになるようですということなんですね。だからこのあたりは国によって状況が変わってきそうですよね。そしてコメントはこう続きます。最後にもらったパンフレットに16歳以下には推奨しないと書いていたので、少なくともファイザーのワクチンでは日本でも16歳以下には適用されないと思いますということで、イギリスでの接種の様子ですんでね、これから日本が整えていく設備だとかルールとかっていうのはまたもしかしたら違ってくるものになるかもしれませんけど、その点も踏まえてね、これ参考にしていただければと思います。ということで、本日はファイザーのワクチンを接種したこの体験記についてお伝えをさせてもらいました。本チャンネルではこのワクチン接種が始まってですね、接種証明、すなわちワクチンパスポートが当たり前になっていく世界の中で、海外渡航がまた自由にできる世界をですね、見据えながら情報発信をこんな感じでしていけたらなと思っています。今日の動画が少しでも役に立ったよとかね、面白かったという方に関してはチャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。